京都アニメーション放火事件。2019年7月18日、京都府京都市伏見区にあった京都アニメーション第一スタジオに男が侵入し、1階に10リットルから15リットルのガソリンをまいて火をつけました。激しい炎と煙に包まれ、建物内にいた70名のうち36名が犠牲となり、32名が重軽傷を負いました。犯人は現場から100メートルほど離れた場所で、全身に9割の火傷を負った状態で発見されました。この事件は単独犯による犯行で、戦後最大の犠牲者数を出した事件となりました。身柄を拘束された男に警察官が問いかけます。おい、名前言えるか？青葉。なんでやった？言わなあかんで、頑張れ。パクられた。何を？小説。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。京都アニメーション。京都アニメーションは1981年に設立され、初期には新映動画やタツノコプロ及びサンライズの仕上げ業務を行っていました。その後、るろうに剣心や幻想魔伝西遊記などの人気アニメの制作を手掛け、成功を収めていきます。原作のライトノベルや小説を出版し、それをアニメ化する独自のモデルを採用し、これにより原作とアニメのシナジー効果を高めるのはもちろんのこと、美麗な背景や小道具にも繊細なディティールが施され、キャラクターの微細な感情や仕草、BGM へのこだわりといった物語の世界観を徹底的に追求、補完し、これらが多くのアニメファンを魅了し続け、支持を得ています。2006年に放送された鈴宮春日の憂鬱は、京都アニメーションの代表作の一つで、その非線形のストーリーテリングやキャラクター設定の斬新さで注目され、アニメ業界において大きな影響を与えました。そういった場所に一人の男がやってきて、すべてを焼き尽くしてしまいます。事件の背景。青葉真司。彼は過去に京都アニメーション大賞に小説を応募し落選しています。その後匿名の掲示板に、すげえ、つるねでもパクってやがる。ここまでのクズどもは見たことねえ。つくづく相入れないと書き込みます。このつるねというのが、つるね風舞高校弓道部という弓道部の高校生の主人公が県大会優勝を目指すといった作品で、この中で落選した自分の作品のシーンが盗用されていると主張しました。しかしながら彼の応募した作品は学園ものではあったものの、弓道とは全く関係のないものでした。それだけではなく、盗用だと主張するシーンも、ただ男子高校生の弓道部員が買い出しなどの雑務をするシーンで、彼の小説と似たところはありませんでした。彼の主張はこの作品だけではなく、いくつかの京都アニメーションの作品の中でも、自分の小説のシーンが盗用されていると主張しました。自分は認められず、片やスターダムに駆け上がっていく京都アニメーションや憧れていた同社所属の女性監督への怒りを募らせていきます。そして2019年6月18日、彼は京都アニメーション第一スタジオではなく、大宮駅へ向かいます。そこで無差別殺傷をすることを決意し、包丁6本を持っていきましたが、直前で断念しました。この未遂事件の以前にも、彼はいくつもの事件を起こしています。放火事件に至る引き金は、もっと深いところから滲み出ていたのではないでしょうか。それは彼の生い立ちにあったのかもしれません。男の生い立ち。埼玉県さいたま市で父、母、兄、妹の5人暮らしをしていましたが、彼が9歳の時に母が家を出て行ってしまい、両親が離婚します。父親はタクシー運転手として家計を支えますが、1991年に交通事故で怪我を負い、その後解雇されてしまいます。そこから父親はフラフラし、親子の喧嘩も絶えなかったそうです。家賃も滞納していくなど困窮を極め、
家庭が崩壊していきます。青葉はそういった環境の中、不登校気味ではあったものの、学校へ通い、中学校を卒業後は夜間の定時制高校に通いながら埼玉県の非常勤職員としても働いていました。先輩職員によると、言われたことをちゃんとやり、仕事もできる方だったといいます。20代になった青葉は、コンビニで8年間勤務したり、人材派遣に登録したりして生計を立て、埼玉県の春日部市で一人暮らしをしていました。そして青葉の人格形成で決定的な出来事が起こります。1999年の12月に埼玉県さいたま市の緑区のアパートで生活を支えきれなくなったのか、父親が自ら命を絶ってしまいます。その5年後には後を追うように妹も。妹は父親の死後、近くの公園でよく猫に餌を与えていたようで、近所の人が優しいねと声をかけると、私のこと誰も分かってくれないとつぶやいたそうです。父と暮らしていた家から移り住んだ妹のアパートの部屋はゴミ屋敷と化していたようで、妹は妹で精神を蝕まれていたのかもしれません。二人の肉親を立て続けに失った青葉は、人間関係がうまくいかず、人生どうでもいいと悲観する中で、妹の死から2年後、春日部市で女性の下着を盗み逮捕されます。それから30代となった青葉は京アニ作品と出会います。作品に感銘を受け、小説家を目指すようになり、30代半ばまで本格的に執筆を続けますが、仕上がりに満足いかず、ここでも悲観的になってしまいます。自暴自棄となった青葉は2012年6月にコンビニに押し入り、包丁で店員を脅して現金2万円を奪い逮捕されます。そこで青葉は仕事上で理不尽な扱いを受けたり、社会で暮らしていくことに嫌気がさしたと語りました。懲役3年6ヶ月の有罪判決が出され、服役中は刑務官に暴言を吐いたり暴れたりし、精神疾患と診断されました。2016年1月に出所した後は、生活保護を受給しながら、さいたま市のアパートで暮らしていました。30代後半となった青葉は、京アニ大賞に応募します。しかしながら落選となり、40歳になる頃、インターネットで京アニ関連のページを閲覧しては、人気を高めていく京アニに怒りを募らせていきました。この頃には、近隣住民とのトラブルも絶えず、事件4日前には、隣人の騒音に腹を立て、隣人の胸ぐらをつかみ、黙れ、うるせえこっち、失うもんねえから、と暴言も吐いていたようです。そして2019年7月18日、青葉はホームセンターでガソリン携行缶や台車を購入した後、京都アニメーション第一スタジオに向かいます。建物内に侵入し、バケツに入ったガソリン10リットルから15リットルを撒いて、1階にいたスタッフに暴言を吐きながら、ライターで火をつけました。凶行の火。火はドーンという爆発音とともに爆燃現象を起こしました。火災シミュレーションでの検証では、出火から10秒後には螺旋階段に煙と炎が吹き上がって、避難経路として使えない状態になり、30秒後には屋内階段にも煙が立ち込めて、3階から階下への避難は困難に。1分後にはもう100度から300度の燃焼ガスが2階3階にも充満して2分で建物全体が高温状態となりました。2階と3階の窓から飛び降り外へ避難した人、1階の女子トイレのドアで煙の流入を防いだ人たちが助かり、建物内にいた70名のうち36名が犠牲となり、32名が重軽傷を負いました。青葉は現場から100メートルほど離れた場所で全身に9割の火傷を負った状態で発見されました。裁判の始まり。戦後、単独犯による犯行で最大の犠牲者数を出した事件。事件から4年後の2023年9月5日に初公判が開かれました。車椅子に乗って法廷に現れた青葉被告は認否を尋ねられると、私がやったことに間違いありません。事件当時はそうするしかなかった。たくさんの人が亡くなるとは思っていなかった。と述べ、裁判の2日目の9月6日には、取り押さえられた直後の青葉被告と警察官とのやり取りの音声データが公開されました。約3分間のやり取りは次の通りです。おい、名前を言えるか。
青葉、下の名前は真治、生年月日は昭和53年5月16日。なんでやった？言わなあかんで、頑張れ。パクられた。何を？小説。何で火つけたんや？ガソリン。どこで手に入れた？ガソリンスタンドだよ。どこの？覚えてない。ここまで何で来た？歩き。家は埼玉。何で火をつけた？チャッカマン。何度も言ってるだろ。どこで手に入れた？ホームセンターだよ。どこの？覚えてない。一人暮らしか？被告うなずく。あそこは知ってる場所か？知らねえよ。関係ないところをやらんだろ。お前ら全部知ってんだろ。頑張って言う責任がある。パクりまくったからだよ。何を？小説を。全部知ってるんだろ。どこに住んでんの？ガソリンどれくらい撒いた？頑張ってここで音声は途切れます。裁判は2024年1月25日の判決まで予備日を含めた合計32回で設定され、143日間に及ぶ長期の審理となっています。通常、裁判員裁判は一般人から選ばれる裁判員の負担も考慮し、短期間で実施されるのが通例となっています。2022年に全国で行われた裁判員裁判の初公判から判決までの期間は平均で 17.5 日、審理も平均で 5.4 回。今回の143日、最大32回の長期の審理は異例となっています。今回の裁判では、弁護側は事実については争わないとした上で、心神喪失での無罪、もしくは心神耗弱での刑の減刑が相当と主張していて、青葉被告の責任能力が争点となっています。どのような判決結果になるのか、当チャンネルでもこの事件の結末を見守っていきたいと思います。概要欄に裁判の日程を貼っておきます。現在、京都アニメーションは残されたスタッフに新たなスタッフを加えてアニメ制作を精力的に続けています。2023年8月にはファン待望の新作、響けユーフォニアムの劇場版も公開されるなど、着実に完全復活に向けて歩みを進めています。事件に関する考えや感想などコメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。